4人目の男が拉致されて、椅子に縛り付けられている。高級ブランドのスーツ、靴、時計、メガネ。その男も当然、高額所得者だ。気を失っていた、その男が。目を覚ます。身動きはできない。猿ぐつわをかまされているので、助けを求めることもできない。目を覚ました、その男の前に。ジャンパーにジーンズの男が現れる。別に暴力的な人間には見えないし、気が変、というようにも見えない。どこにでもいる。普通の男のようだ。ジャンパーの男は、縛られた男をしげしげと見る。特に縛られた男の表情を観察する。縛られた男が、今、何を考え、何を感じているのか、読み取ろうとしているかのようだ。やがて、隅に置いてあった。椅子をつかんで、縛られた男の前に置く。そしてその椅子に、自分が座る。その男が話し出す。お前は、いいスーツを着ているな。高そうだ。いいスーツ、いい靴。時計はロレックスか。そんないでたちで。颯爽と街を歩けば。さぞかし立派な人間に。見えるんだろうな。でも、お前は今、無残に椅子にくくりつけられて、助けも呼べない。世の中には、他人によく見られたい人間は、多い。みんなそう思う。でも、大抵は、お前のようにはいかない。高価なものを身につけていれば、立派に見える。高級品ってのは、そうできてる。でも金がなきゃ。高価なものは、身につけられない。いい身なりをするためには、金が必要だ。でも、大抵のやつは、お前のように、金持ちじゃない。他人の目によく映ると、いろいろと、いいことがある。例えば、いい女が寄ってくる。美人で、性格も良くて、教養もある。そんな女が寄ってくる。
お前には家族がいる。だがお前には愛人もいる。他に遊び相手の女もいるな。女たちはお前の金に寄ってくる。お前もそれを心得てる。いい女が次々と寄ってくる。いい人生だ。少し驚いたか？なぜ俺がそんなことを知っているのか？不思議か？他人の目っていうのはな。お前が知っているところにだけあるわけじゃない。お前の知らないところにだってあるのさ。世の中には他人の冷たい目ってものがある。妬みの目、悪意のある目、残酷な目、軽蔑の目。そんな風にお前を見ているやつだっている。それはお前も知っているだろ。お前だって他人をそんな風に見ていることがあるはずだ。お前は他人が自分より優れていることが許せない。お前はそういうやつに敵意を持つ。だから足を引っ張る。荒探しをしてつまらない失敗をあげつらう。そうやって相手の立場を弱くして自分の立場を強くする。そしてお前は知ってる。立場の弱い人間からは搾取ができる。立場は弱くても有能な人間がお前の近くにいればお前はそいつの能力や労力や時間を搾取できる。それがお前の実績になる。そしてそれをごまかすためにお前は周囲に向かって自分が餌食にした人間を低く評価する。あいつは使えない。役に立たない。周囲にそう印象づける。お前に餌食にされた奴らの心はどうなる？おそらくそいつらの心はズタズタだ。その時突然その部屋のドアの鍵が外側からハンマーで叩き壊されて田原と吉岡そして応援の警官たちが一気にその部屋の中に
なだれ込む。田原と吉岡が犯人を銃で狙い、言う。手を挙げろ。抵抗するなよ。犯人は両手を挙げた。お前、発信機を持っていたのか。縛られて、猿ぐつわをかまされた男は、必死に首を振った。しかし田原が言った。その通りだ、発信機だ。なぜわかった？いずれ、そう来ると思っていた。警察官の一人が、縛られた男の縄を、ナイフで切り、外に連れ出す。発信機は、東京地検のアイディアだった。これまで殺されたのは、国土交通省の高級官僚と、内閣関係者2人。もし犯人がまた、誰かを狙うとしたら、役人か政治家の可能性が高い。しかし、ただの役人や政治家ではない。悪どい人間だ。一見、普通に見える。自分の悪どさを、周囲に隠す術を知っている。そして、他人に悟られないように。他人からあらゆるものを搾取する。他人の能力、労力、時間。庶民の財産、自由、権利。そのことによって、自分の評価を勝ち取るような人間。殺された3人は、その手の人間だった。だから、次に狙われるのも、そういう人間の可能性がある。そして、東京地検は、そういう人間が、霞が関と永田町の、どこに何人いるのか、マークしていた。東京地検では、そういう情報も必要としている。だから、そういう人間に、発信機を持たせれば、犯人が食いつく可能性がある。ただし可能性があるだけだ。田原たちは、犯人の動機をまだ知らない。何かを判断するとき、決め手になるのは常に、真実という情報だ。その時の田原たちは、まだ、真実をつかんでいなかった。しかし今、ついに、犯人を捕らえることに成功した。男が言った。ちょっと待て、ナイフを持ってる。
今、それを出す。お前たちに危害は加えない。出すだけだ。男は上げていた手をゆっくりと下げる。そして上着の腰の部分をまくると、そこに帯のようなものがついている。男はそれを取ると、ゆっくりと床に置いた。田原がよく見ると、その帯に変わった形の小さなナイフがいくつかついている。田原が言った。普通のナイフと少し違うな。変わった形をしている。男が答える。自作だよ。ダーツのようなものだ。田原は気がついた。この男はナイフを使う男。と言われる殺し屋だ。人間の喉を切って声帯を潰し、声を出せなくする。そして喉を切られた人間はやがて窒息死する。この小さなナイフは、その殺しのプロが人間の喉を刺し貫くために作った手製の凶器なのだ。一刻も早くこのナイフを男から遠ざけなければならない。田原は言った。誰かこのナイフを早くどこかに持っていけ。近くにいた警官が慌ててそのナイフの帯を拾い上げた。その時、男が言った。おい、ちょっと待て。こっちは正直にナイフを出したんだ。もうちょっと丁寧に取り扱ってくれないか。再生リスト35に続きます。